どうして？スペちゃんどうして？私はずっと楽しみにしてた、今日スペちゃんと本気で勝負できることを。ずっと一緒に走れなかったから楽しみに。なのになんだよあの走りは。走る気持ちがないんだったらレースになって出てくるな。もしもし、トレーナーさん。すみません、こんな夜遅くに。あ、時差があるんでした。なかなか慣れませんね。それでスペちゃんのレース見ました。あんなにも迷いながら走っているスペちゃん、初めて見ました。私もこれまでたくさん迷うことがありました。思うように走れない時、期待通りの結果を出せない時。けれどいつだってトレーナーさんのまっすぐな言葉が私を支え後押ししてくれました。トレーナーとして失格だけど勝敗は忘れて好きに走れ、その言葉にすごく救われたことを覚えています。だから迷う前にトレーナーさんの素直な言葉をスペちゃんにかけてあげてください。トレーナーさんが何よりも私たちのことを考えてくれている。それは私たちの一番知っていることですから。日本一のウマ娘になって、それで何の。トレーナーさん。はい、スペちゃんお願いします。
難しいです。遠くて幻みたいで、私わからなくなっちゃいました。天皇賞春でみんなの喜ぶ顔を見て、この先に私の目指す日本一の馬娘があるんじゃないかって思いました。なんとなくですけど、たくさんの人を笑顔や元気にできる、そんな馬娘になれるんじゃないかって思って。でも日本一になるには全然力不足で。それにいつか日本一になれたとしても、日本で一番じゃここまでかって思ったな。凱旋門賞の後に見た日本一への反応は悔しさと諦めでした。やっぱり日本一じゃここまでかって、そんな諦めの言葉でした。まだまだ日本で一番だって言えない私が何考えてるんだって、そんなこと考えてないで努力しなくちゃって、そう思おうとして。でも考えちゃうんです。日本一の馬娘になって何の意味があるんだろうって。私のやってきたこと全部意味があるのかなって。これから走る意味あるのかなって。日本一一緒に夢を見たい。私のことを見ている人の数だけ。日本で一番じゃここまでかって思ったな。どんな日本一の馬娘だって。あ、日本一の馬娘ってどんな馬娘なの？そうだね。精一杯レースを走って、それで元気にゴールまで帰ってくる馬娘のことだ
ね。それって日本一なの？ああ、お母ちゃんにとってはね。でも他にもいろいろあるんじゃないかい、日本一の馬娘の姿って。例えば？そうだね、日本で一番有名な。そうだ、お母ちゃんが言ってました。お母ちゃんにとって日本一の私。トレーナーさん。走って走って、それでみんなにとっての日本一の馬娘を目指します。おいおいおい、こんな泥だらけの中を走ろうってか。よろしければ私たちも混ぜていただこうかと思いまして。ライス、スペさんを追いかけるね。頑張ろうスペちゃん。皆さん。はい、行ってきます。やってまいりました、秋の大一番、天皇賞秋。今年も豪華な顔ぶれとなりました。クラシック2冠のセイウンスカイ、その2冠馬娘としのぎを削り合ってきたキングヘイロー、強豪を打ち破ってこの舞台へと上がってきた鶴丸剛、黄金世代に待ったをかけるメジロブライト、そして天皇賞春を制したスペシャルウィークは春秋連覇という偉業がかかります。日本の誇る実力者たちによる世紀の一戦、果たして頂点をつかむのはどの馬娘でしょうか。スペちゃん。あ、鶴ちゃん。この前はごめんね。私、鶴ちゃんが怒っても仕方ない走りをしちゃってた。でも今日は大丈夫。絶対にがっかりさせる走りはしないって約束するから。その目、私の追いかけてきたスペちゃんの日本で一番勝負したいダービー馬娘の目だ。期待してるからね、全力で勝負しようね。精一杯全力で。さあ直線コースを迎えました。去り打ちをついたのはキングヘイロー。